それではブラジルのチャンネルの意見や質問も見てみましょう。ブラジルはアーティストにページあたり良いその代価を支払って無料で絵を描くことを強要せず、ロイヤリティを支払う間の出版社が必要です。ブラジルでは出版社と印刷業者に仲介の役割だけをし、外国の雑誌に出版する以外に何もしたことはありません。私がブラジルの出版社、作品をよく知らないので、私がこのお話についてはこの方はこうおっしゃった程度だけ理解します。断定はできないが、ブラジルにも良い出版社があるのではないでしょうか。いい給料は一生懸命働いた人なら誰でももらえなければなりません。そのためには多くの投資が必要です。漫画家だけもらってもダメだし、出版社だけもらうのもダメです。一生懸命働いて良いことをした皆が受けることができなければなりません。私はそう思います。次のコメントを見ます。世界的に漫画制作が拡大するのを見守るのはとても素敵なことです。私も漫画家になりたいですが、もしかすると今が子供時代の夢が実現できるということを知ることができてとても大きいです。その前に私の絵を改善しようと努力中です。私が全てを知っているわけではないですが、世界的に漫画制作がまだ拡大されてはいないと思います。バカ集団のバカ王がまさに私です。知るために努力と調査をしています。だから私が知っている限りでは本当に残念ですが、まだ全世界的に漫画の制作は拡大していないと思います。世界中で漫画制作が拡大しつつある。子供の頃の夢が実現している。それがどの時点からでしょうか。グローバルで投資金が循環している時がその時点だと言えます。ソニーがクランチロールをアニメーションファンに提供するプレミアムサービスじゃなくて、世界最強の漫画プラットフォームに育てる。人々はアニメを見て漫画を見るのではなく、漫画を見てアニメを見なければならないということを私たち日本人は知っているから、私たちがやってみるって言うんですが、トヨタがただ見ていられないよ。私たちはウーブンシティがある。ウーブンシティに漫画を適用させるとソニーを超えることは可能だと思う。それを見たフィリピンのジョリービーが、ジョリビー売り場に紙が敷かれているんだけど、世界中のジョリービー売り場に漫画を適用する。活用する場所は無限大。テーブルもあるし、壁もあるし、包装紙もある。ソニー、トヨタよりアクセスも良い。やらないわけがないよ。こんな漫画のブームが全世界的に吹き荒れるとき、当然投資金もたくさん回るようになるでしょう。そうやって投資金が回り始めた時、その時がまさにそれが起こり始める時点です。今はまだ私のようなごく少数の人々だけ、そして私たちだけこういう話をしてこれを望んでいて、これについての考えを広めているところです。しかし私は起こることだと思います。そうなってほしいです。その次の意見を読んでみます。漫画を読んだりゲームをしたりするとき、私はキャラクターを感じるのが好きなんですが、時にはこれが少し気を散らすこともあります。なぜならキャラクターに何が起こるかによって結局作品を読みたい意欲を失ったり、自分自身だと想像し始めるからです。私はストーリーを作るとき、登場人物を悲劇的な状況に置かれることを少し嫌がります。甚だしくはそうすることまでします。なぜならそれが登場人物と読者の発展の両方に必要だということを知っているからです。これによって精神的に大きな苦痛を受けています。正常な現象なのか知りたいです。正常な現象であり、人間として立派だから起きる現象です。想像力が豊かだから起こった現象です。共感能力があるから起こる現象です。そしてこの現象には私の考えでは何の問題もありません。例えばこんな人がいると想像してみましょう。キャラクターをいじめてキャラクターが苦痛を感じるのが好きなんです。しかもキャラクターがとても悲劇的で苦しい状況に陥れば快感を感じる人がいます。もっともっと苦しくなければならない。この人はどうでしょうか。人間的に問題があって共感能力が落ちて良い作家ではない人でしょうか。そういうことではないと思います。そうです。何の問題もありません。なぜか現実じゃないですからね。
私のキャラクターが皆さんに殺されることが私が知っている人が死ぬのではありません。全然違います。それは想像への素晴らしい道の一つに過ぎません。それは立派な方法論か技術の一部です。これとは反対に私の全てのキャラクターは幸せで何の事件もなく楽な生活を送らないと、とことん美しく燦爛たる日差しとともに結婚式までしたのに、初めての子が生まれた時雨がしとしと降るのに、こんな状況はもう私にはできないと思う。こうしたらどうですか？面白くはなさそうです。違います。面白いです。想像してみてください。その漫画を描いた人が五一東平ならどうですか？五一東平が戦場で死ぬ1ヶ月前にその漫画を描いていたらどうですか？面白くないですか？涙が出そうですが。私の第一子が生まれる日にはしとしと雨が降っていた。とても幸せな瞬間だった。こんな漫画を描いたとしたら感動的だと思います。そうですよね。創作はこうもああもなります。最後にもう一つ読んでみます。私もいつか漫画家になるよ。頑張ってください。私たちが応援しています。では皆さん、また会いましょう。